43ゲッセマネの園。数人のパリサイ人が大祭司カヤパのところへやってきて、イエスがやってのけた素晴らしい奇跡のことを報告した。イエスは死んでから4日も経った。ラザロという若い男の墓の前に立ち、イエスの一声で死人が生き返り、顎のところまで巻かれていた布をつけたまま墓の中から歩いて出てきたことを伝えた。この奇跡の噂が伝わるや否や、イエスの名声と信頼はますます増大していった。大祭司カヤパは早速長老たちを招集した。あるパリサイ人が発言した。このイエスという男は他にも多くの奇跡を行っています。このまま彼を放置しておきますと、民衆は全部イエスについていってしまうでしょう。そうなればローマは我が国を全滅させてしまいます。ローマ人はシーザーを神として拝んでいるからです。シーザー以外のものはご法度ですからね。集まったパリサイ人はみんなで大祭司に言った。神は死人を生き返らせたあのナザレ人と共におられます。カヤパは答えて言った。一人の男が民衆のために死ねば国は滅びることはないということを知らんのかね。カヤパの言ったことが全員の意にかなったので、彼らは早速民衆を送りイエスを殺害することになった。近くの一人がペテロに情報を漏らしたので、ペテロはイエスに伝え、とりあえずエルサレムから脱出し、近くの村に身を隠すことになった。そしてなるべく一箇所に長くとどまらないようにした。その頃一人の婦人がイエスのところへやってきて、家から持参した高価な油をイエスの頭に降り注ぎ、婦人の髪の毛でそれを拭っていた。この様子を見ていたユダはすぐさま婦人を咎め、やめさせようとした。それは日頃からイエスが貧乏人に重税を課しているパリサイ人たちを散々責めていたことを思い浮かべていたからである。ユダは言った。先生、この油を売ればかなりの大金になります。貧乏人のために使えるではありませんか。貧乏な人々はいつでもあなた方の周囲にいるではないか。しかし今の私はそうではない。このご婦人は私のために葬りの支度をしてくれたのだ。彼女のしていることは永久に記憶に残るであろう。福音が伝えられるところにはどこでもこのことが語られるであろう。ユダは面目を失った。彼はその時からイエスが愛している弟子ヨハネをますます妬むようになった。最終の土壇場になって死なるイエスを裏切る引き金になったのである。ユダはついに弟子から離れていった。彼は事実上反乱の首謀者であったので、同僚の顔をまともに見ることはできなかった。ユダはバラバが繋がれている牢獄の周りをうろついていた。それからアンナスの家に向かった。せこにたけた大祭司のことだから、きっと良い知恵でも貸してくれるのではないかと期待していった。ユダはすぐにアンナスの前に通された。しかしアンナスは期待に反してとても不機嫌であった。ユダがイエスに敵対してくれればという思惑が外れたからである。何度聞いてもユダの返事は変わらなかった。イエスのことについては、流血を嫌う平和主義者であると言い張った。ユダは日頃から反乱計画が成功した時には、イエスを王に迎えると話していた。アンナスはしばらく黙ったまま、部屋の中を歩き回っていた。それからおもむろにユダに向かって言った。わしはお前の秘密を知っておるぞ。お前が反乱計画を練っておったのであろう。分かっておるのじゃ。だがの、若者が殺されちまったからには、どうしてそれがやれるというのかね。わしにはもう一つしか方法が残っとらんように思えるのじゃ。すぐにイエスを探し出し、ローマ軍に引き渡すのじゃ。イエスはきっと反乱の責任を問われ、牢獄にぶち込まれ、総督ピラトに裁かれるだろうって。ユダは言った。私は恩師を裏切るような真似はできません。そんなことをするぐらいなら死んだ方がマシです。心配することはない。イエスは決して死にはせん。それよりもイエスの信奉者たちが騒ぎ出し、イエスを牢から出せとわめくだろうよ。民衆がイエスのことを神から使わされた預言者だと信じている限り、彼は無事なのじゃ。ユダは次第に興奮し、恐る恐る言った。私はイエスの資格を手引きするようなことをしたくありません。とんでもない。勘違いをせんでくれ。わしはあくまでもローマの兵隊を連れてってイエスを投獄させようというのだ。
約束してもよい。あくまでもユダヤ人の反感と怒りを誘うためなのじゃ。そんなら賛成です。それでユダはこのような重大なことを進めるにあたって銀30枚を要求した。しかしずる賢いアンナスは言った。どんな商人でも欲しいものを手にするまでは金を渡さないもんじゃ。お前がちゃんとローマの兵隊にイエスを引き渡してくれさえすれば、いつでも銀30枚をくれてやるわい。そこでユダはアンナスの署名入りの契約書を受け取った。ユダは以前から親しくしていた役人のところへ行って相談を持ちかけた。この役人バルークはなかなかのしたたか者であった。ユダはアンナスと密約のことを話してから、なんとか極利を買収して反乱のリーダーを逃がしてもらえないかと頼んだ。バルークは言った。そりゃわけないよ。それだけの大金があれば極利を口説いてみせるよ。絶対に大丈夫だ。イエスのことも任せてくれ。ローマの手から救い出してやるからな。この役人バルークこそ数日後に発生する悲惨な大事件を引き起こす引き金となった人物である。彼は熱心党の中でも最も腹黒い悪人であった。ユダは再びバルークのところへやってきて言った。食事もろくに喉を通らず、夜は一睡もできないんだ。もう何が何だかわけがわからなくなってきた。銀30枚さえあればバラバを解放できるんだぜ。でも心配なんだよ。一歩誤ればイエスが殺されちゃうんだ。バラバの総決起もイエスの救出も皆ダメになっちまうんだ。お前は信じないのか？イエスは神の子じゃなかったのかい？無論そうだとも。考えてもごらんよ。神は天使の大軍団を送り込んで必ずイエスを守ってくれるさ。シーザの誇る軍隊でも全然歯が立つもんか。このバルークの言った言葉を聞いてユダは安心し、自分の計画に確信が持てるようになった。